こんにちは、あおいです。今日は手作りごまドレッシングサラダを作っていきましょう。保育園管理用紙葵の給食室。今日はキャベツのごまドレッシングサラダです。手作りごまドレッシングといっても、よくあるクリーミーなごまドレッシングではなくって、今回はねお酢を使ったさっぱりしたサラダなので、これからの時期、暑いね夏の時期にはすごくおすすめのサラダになります。この下にはかりを置いてます。でこの上に直接鍋を置いてしまって、こっちの方が見えるかな。私が数字がめちゃくちゃ読みにくいこのまま直接鍋に材料を入れていきます。まず油を入れます。油こんなに入れるのっていう感じなんですけど、入れすぎちゃった。今回はね私が食べるので、入れすぎちゃっても問題はないんですけど、実際保育園で使う時はなるべくこれをねちびちび入れて、最後の方は絶対に超えないように調整してください。はい、お酢を入れます。次は、お塩入れていきます。で胡椒を入れるんですけど、胡椒はどちらかというと風味付けというような形なので、入れても入れなくてもどちらでも大丈夫です。とってもね大事なポイントがありますので、よく聞いておいてください。お酢を使う料理の時は必ず保育園では加熱するようにするんです。なぜかというと、結構お酢って酸っぱくて酸っぱいのがね苦手なお子さんたくさんいるんですよ。なのでお酢を使った料理の場合は少し加熱をすることで、お酢がねちょっとマイルドな味になるので、そうするとね全然この子供の食べ具合とかも違ってきて、結構酸っぱい味とか苦い味っていうのはもともと子供がね結構苦手とする味になるんですね。好き嫌いのお話とか今度また別の動画で撮ろうと思うんですけど、それをね少し軽減するためにお酢を加熱していきます。はい、で調味料をね加熱する場合は弱火で大丈夫です。結構ね加熱するとお酢の匂いがすごい給食室に充満して、保育室の方までねその匂いが行くらしくて、よくね今日お酢の使った料理でしょってよく言われてました。あとね匂いがするもの代表といえば納豆なんですけど、納豆って加熱すると匂いがさらに広がるので、納豆の天ぷらとか納豆の味噌汁とか作った場合はもうみんなにねすごい言われるんですよ。でもそのね給食室から匂ってくる美味しい匂いがあると、お子さんもねそれを楽しみにして遊んでたりとか、保育士さんも仕事をね頑張れたりとか、そういうことをね言ってたので、給食ってすごい大事だなって思いました、私も。はい、でね私のように吸っちゃうとかなり喉にくるのに気をつけてください。喋ってるからちょっと息吸い込んでた。はい、でねこれぐらいお酢結構もうねグツグツしなくていいです。少しグツグツってなってきたらもう止めちゃって大丈夫。ちょっと私今タイミングが遅かったんですけど、今日のサラダは何というサラダだったか覚えてますか？はい、ごまドレッシングサラダですね。その名前の通り今日はごまを使うんですけど、これも一つポイントがあります。そのポイントとは白ごまをね必ず加熱してちょっといるっていうことですね。さらにねここで加熱することでごまの風味がすごい広がって美味しくなるので、そういうひと手間を保育園でかけることはすごくいっぱいあります。今のお酢をね一回加熱してちょっとマイルドにするとか、ごまをね必ずいって香りを出すようにするとか、ひと手間っていうのを加えることで給食っていうのはすごく美味しく作られるようになります。はい、ではごまをいっていくので、そのまま先ほどと同じように計量器にそのまま鍋を乗せて、このままごまを測っていきます。はい、でねちょっと中火ぐらいで、孫は優しいって聞いたことありますか？食材の頭文字で豆、ごま、わかめとかって体にねいい食材を代表格というか、それをまとめたものが孫は優しいっていうことなんですけど、このごまっていうのもその健康のために摂りましょうっていう風におすすめされている食材なので、保育園でもね結構ごま使うこと多いんですね。でこれ火から離さないと、このままだとごまが逆に焦げて苦くなってしまうので、少しね浮かせてポップコーン作るのと同じ感じですね。これはさっきのお酢と違って顔を近づけてもとてもいい香ばしい匂いがするだけなので大丈夫です。いい香りがしますね、ごまの。これはね加熱して殺菌するっていうよりは風味を出すことが目的なので、少しだけで大丈夫。キャベツは芯をまず取ります。芯
みを取り、なるべく野菜もこういろんなところ切り落としすぎるとすごくもったいないので、できる限り使えるところは使うようにします。なのでちょっと今回ね、ここが傷がついているので、ここだけは切り落として他の部分は使っていきましょう。キャベツはねちょっと重ねてギュギュッと押したら細切りにしていきます。ちょっとこれだと長くて切りにくいので、これぐらいかなっていきます。でこれ今切れたんですけど、これだとちょっと長いんですね、お子さんにとっては。なので3等分ぐらいにしていきます。野菜をどれぐらいの大きさに切るかっていうのはそのお子さんの咀嚼力によってもちょっと変わるんですけど、目安としてはこの、例えばこれがお子さんが使うスプーンだとして、ちょっとこれ大きいんですけど、実際にお子さんが使うスプーンに、乗るぐらいの長さに切るっていう風に考えるとすごく切りやすくなると思います。きゅうりもなるべくね、この端っこ切るんですけど、こんなね長く切るんではなくてもギリギリのところを切る。そうすると無駄なく使えるので、なるべくそういう風にやっていくといいです。で、キャベツも細切りにするんですけど、まず、斜めのスライスいっぱい作っていきます。はい、では薄切りにしたので、次ちょっと重ねてこうスライドっていうんですかね、重ねて若干こうなんかスライドさせていきながら、これを端から切っていきます。はい、ではきゅうりもねちょっとこれだと長いんで半分くらい、もしね小さいお子様しかいないような保育園であれば3等分くらいにするといいです。きゅうりとかハムとかってご家庭でサラダとして食べる時って加熱しないと思うんですね。そのまま生で食べることも多いんですけど、保育園のこういう集団調理とか免疫力とか消化力がすごく弱いっていうお子様の場合は、ハムとかきゅうりとか大人が生で食べるものでも全部加熱する必要があるんですね。でハムの切り方は噛み切りにくいので長く太くしない方がいいです。これ半分に切ります。ハムもなるべく細くですね、これぐらいの細さかな。納品先が近所のお肉屋さんとかだと切った状態で持ってきてくださったりするので、そういう場合はだいたい1センチカットとかそういう形でお願いすることもあります。トマトはこのヘタの部分を丸くくるくるくるっと、包丁ではなくてトマトを回す、包丁はそのままでトマトを回していくとこういう風にスポッと取れるので、丸くこうやって取ります。でこれは湯むきをしていきます。皮付きのまま出すこともあるんですけど、サラダとかに入れる場合はすごく噛み切りにくくなっちゃうので、湯むきをした方が食べやすいです。でちょっとねここの後ろのところに切り込みを入れて皮を剥きやすくしたら、これを加熱して湯むきをしましょう。たっぷりのお湯を沸かしたらトマトを入れていきます。お湯が跳ねるのでやけどしないように気をつけてください。家ではね1個なんですけど、保育園でやるときはもう何十個のトマトを入れないといけないので、結構ね私もなんかやけどでこう腕にねやけどの跡とか残ったりしてたんですよ。ちょっとねこれ待って、離してるとそのうちに皮がむけちゃうから気をつけないと。こういう風に皮がね結構ペリペリっとめくれてきたらもう取り出す合図です。ちょっと縦になっちゃってめちゃくちゃ不安定。いいよ、こんな感じです。ここぐらいまで皮がむけたらもうね取り出しちゃって OK です。湯むきをしたトマトは1回流水にさらして必ず冷ますようにしてください。それでここからとっても大事なポイントを言います。これは保育園向けなんですけれども、これです。これなんだか分かりますか？エンボスというビニール手袋になるんですけど、今トマトを湯むきしました。でその後に触るときはもうそれ以上加熱をしないので素手で触ってはいけないんですね。保育園の場合これ以上加熱しませんよっていうものは必ずこういう手袋をする必要があります。なぜかというと手にもねたくさん黄色ブドウ球菌といって、私管理栄養士の学校行ってた時もここにねどれぐらいの菌がいるかみたいなのを検査した時があったんですよ。で顕微鏡でね自分のそういうのを見たんですけど、思ったよりいるんですね。よくね手洗いうがいしましょうって言いますけど、本当にそれすごい私は間近で見て大事なんだなっていうのをすごく感じたんです。でちょっと今の話はねちょっとそれちゃったんですけど、これ以上加熱しませんっていうものは必ず手袋をします。なので今から触るトマトは必ずこういう風に手袋してから切るようにしてください。で、切るねこのまな板も
も加熱済みのものを扱いますよっていうまな板に変える必要があります。お家ではねそういう必要はないんですけど、集団給食の場合は必ずこのまな板も加熱済みか加熱してないものかっていうのは必ずまな板を分けて用意する必要があります。まな板の種類もすごくたくさんあって、野菜を切るまな板でしょ、それから加熱済みのものを切るまな板、パンを切る専用のまな板、フルーツ切る専用のまな板、肉魚を切るまな板とか、まな板の種類だけでもね5、6種類とかもうすごいとてもたくさんありました。はい、で皮を剥きました。これは角切りにしていきます。手袋をねするのを保育園の集団給食はっていうお話ししたんですけど、なんか職業病なのか私結構ね家でもこれ使ったりしてるんですよ。野菜をねギュッとこう水分絞る時とか、多分職業病ですね。手袋しないと不安っていうのは。たっぷりのお湯を沸かしたら野菜を順番に茹でていきます。ちょっとねこのキャベツの量に対して鍋が小さすぎたなというちょっと鍋が小さすぎた気がするけど大丈夫、いけそう。キャベツはね柔らかくなるまで茹でます。キャベツが柔らかくなったのでざるにあけるんですけど、その時に便利なのがこれです。野菜をね毎回こう茹でたらざわっとざるに鍋ごと開けて、でまた茹でてってやると何回も何回もお湯を新しく一からこう作らなきゃいけないんですよね。そうするとすごく時間がかかってしまって効率が悪いので、こういうねこの名称なのかわかんないんですけどこれでキャベツをすくって、キャベツすくったらまた同じお湯できゅうりを茹でてっていう形でやっていくとすごく手間が省けるので、一回一回ねこうお湯を新しく変えるっていうのはすごく大変なので、ご家庭でやる時もねこういうのが一つあるとすごく便利だと思います。今ちょっと素手で触っちゃったんですけど、本来これはね触っちゃいけないものですから気をつけて取り扱ってください。この鍋だけじゃなくて私今回ざるもねちょっと大きいのを用意してなくてギリギリなんじゃないかと思ってます。なんとかキャベツだけだったら入りそうだな。ハムはだいたい1分くらい、もともとハムは加熱されてるものなのでさっと1分くらい茹でていきます。ハムはこうやってなんか重なったりしちゃってるととっても噛み切りにくいので、なるべくこの茹でてる間に、ばらけるんですけど勝手にちょっと気になるところはささっと菜箸でほぐしてあげるといいです。でそのまますぐにきゅうりを茹でるので火はね弱めなくって大丈夫です。きゅうりもねハムと一緒1分間茹でます。きゅうりとかハムとかを保育園で茹でるときは柔らかくして噛み切りやすくするっていう目的よりも、どちらかというとこう加熱殺菌をするっていう目的なので、きゅうりとかハムは1分で揚げちゃうことが多いです。はい、1分経ったので引き上げます。同じざるで大丈夫です。はい、全部の食材が加熱し終わったのでこれは流水で冷ましていきます。ね、これ今ちょっと場所がこの作業台の上で絞ってるんですけど、実際はこうシンクのところで絞るといいです。この絞り汁がねこの野菜にかかってしまうとすごい効率が良くないので、このサラダのねこの汁気を絞るって結構力がいるんですよ。もう思いっきりギュッとしてしまって大丈夫です。ここで絞りをこう甘くしてしまうとすごい水分が多いサラダが出来上がってしまって、全然こう調味料が絡まなくて美味しくなくなってしまうので、ここはねもう手を抜かない、思いっきりもう全ての握力を使って絞りましょう。でねギュッと絞った後にこうやって広げていけば大丈夫です。はい、そしたらトマトを入れて、先ほどいったごまと最後に加熱した調味料を入れていきます。調味料を入れていきます。なんかすごいなまって全部のね材料が揃ったら混ぜていきましょう。今これ菜箸で混ぜてますけど、実際は保育園でやるときは先ほどのビニール手袋を使った方が混ぜやすいです。保育園の量ってかなり多いので菜箸で混ぜるとね時間がかかってしまったりとか、あと重くてこうすくえなかったりするので、大量調理の場合はそのまま手袋で和えていきましょう。
葵の給食室、手作りごまドレッシングサラダの完成です。いただきます。このお酢とトマトの酸味、さっぱりしてて食べやすいっていうぐらいの酸っぱさなので、このすごいね暑い時期で食欲が落ちた時とかにすっごいおすすめです。美味しい。でこの全部柔らかすぎないで、きゅうりとかキャベツのシャキシャキっていう食感が残ってるので、またそのね柔らかいトマトとシャキシャキしたきゅうりが合わさって、食感もすごい楽しめるようなサラダになってます。あとごまもね香りもすごい効いてます。今日もこの料理が美味しそうと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。それでは今日も元気にいってらっしゃい。